れができないともうこの後全部ダメだ。これ一生懸命で、これさ、これ一番大事だ。まあこれでリードあるんだよ。一番大事だ。みんなこの手やるじゃないですか。この手避けてこうやりたいんだよね。わかるんだけど、優先順位っていうのがあって、優先順位は、まあ、僕が考えてる優先順位は、この肩がね、最短距離で、一番近くて、ここに近くに入るために、この彼の近くに入る手を全くしないで、知らないで、何もしないで、肩が、自分の肩が、ここにこう入ってきちゃう。そういう感じ。肩が一番、ここが一番最短で入るために、ここはどうでもいいよ。みんなこうやってやってるんだよ。線外してるからね。いや、ここ行っちゃうんだよ。こうじゃなくて、自分がここにこう入っちゃったの。だからこう、そういう優先順位、自分の優先順位。で、ちょっと見てるんですよ。みんなこうやって、こう体、四角というか、四角というか、こう重なってる。だから普通は詰まってる。詰まって入るんだけど。で、どうぞ、自分がいなくなってどうぞっていう時はちょっと違うんだけど、でも優先順位は変わってないで、どうぞ向こう行ってくださいって言ってやってるんだけど、でも優先順位はここにいたらやられちゃうから、でも肩はここに入ってる。そういう気持ちやった方がいい。ちょっとね、上とか下相手と自分の関係だ。手の関係じゃない。手は出てきてるから相手のみたいに見える。実際はこの重心、僕の重心、こうじゃない。で、こうじゃない。そういう感じだから。優先順位っていうのを考えて、すぐやられるとしたわけ。手に行っちゃうと、じゃあ、上と下へ。上は下は入ってる下。で、自分がまっすぐ安定してる。で、自由。じゃあ、みんなできたら、分かるんだよ。みんなそういうのこうやってさ、手をこうやってやって、こうやって手をこうやって、こうやってやって。全然彼に、これ響いてるように見えてるだけなんだよ。見えてるよ、見えるけど見えてない。響いてないの。響きが伝わってない。ここに彼来て、向こう行ってちょうだいるとこ全然、なんていうのかね、手に行っちゃったらダメなのよ。いずれにしても。手は相手に持たれちゃってる。完全に持たれちゃってるから、手をなんか彼の方が強く決まってる。だから僕は、手はどうぞって言いながら肩に入ったの。手はどうぞ。手は好きにしていいよ。でも僕は肩もらっちゃったよって。そういう感じだから。だから、それは競い合いやってるわけじゃなくて、彼はできたら僕は勝ったっていうのは重心ね。重心。それで自由に動く。そういう話。だから、手は見せてんだけど、肩とかこういう重心狙ってんの。じゃないとさ、いつまでたってもこう、結構こうやってやられちゃうね。考えてるんですよ。彼はだって手取りにしてる。手取りにして最優先でなんかこっちで殴ってこい。だから自分はそういうバトルと同じでさ、彼の狙いを外してなんかやる。だからなるべくそれで僕は重心もらいたい。いい優先順位。だからこう手見せてね、重心もらってる。彼は重心のことを考えてくれば、ただ僕は重心のことを考えてる手なんか取るんじゃない。でダメですけどね。出されても嫌なよとこう入ってくるよね。でも稽古だからね。それやっちゃうとバトルになっちゃうから。
ってんだけど、なんていうの、だから見せてやってる稽古だから、その時に自分のね、そういう話だ、稽古方法、そういう話、その辺も理解しないと、稽古の目的っていうのは、やっぱり自由だとか、その常に自分が自由、相手にとらわれない、で自由に動けるとか、そういうことをやっぱりやってるんですよ。その辺考えて、筋肉の鍛錬するわけじゃないんだけど、意識の鍛錬、意識の合気道やって筋肉の鍛錬してる人は挟むとしてやってるメインはマインドを使います。この鍛錬っていつも自由に優先順位考え、優先順位何が優先か考えて、自分が自由リラックス、いつもバトルモードにならないで、いつも精神でどうですかってそれをしていたこれ自由にしていくで、いろんな形があってそれを練習して、いつも自由に普通の精神状態でそうにやりたい。そうすると一般生活とか社会生活にしていくんですよ。だから面白いからで、みんな僕も未熟だし、みんなも未熟だと思うんだけど、未熟だからさ、そういうのを見つけるためにお互いよろしくお願いしますって言ってこうねやってるのね。そういうふうに新年これはいつも狙ってるのは彼の重心なの。ここ関係ないの。彼と重心もらったの。そしたら手があったの。で自然とこう回ったの。それだけの話です。だから塩投げやりましょうってやるとこうなっちゃう。塩投げみんな僕なんか前に出てさ、じゃあ塩投げ次塩投げやりましょうってこうなっちゃう。でも僕らももらいたいのはここなの。それで塩投げでなければ違う形でできる。特にたまたま塩投げの形として稽古してるからね。その辺のことをちゃんと理解して塩投げやりましょうってこうやって形にとらわれてこうやって形先生の形どうにやろうなんて考えてないんで、頭こう来てこうやって当たっちゃったんだけど当たっちゃまずいからこう当たらないようなところにだってそういう話だから、そういう話をしてでそう投げるね、ここそして手がここに手がでこうやって回ってきたっていうのはじゃあ塩投げを少しこの辺から大事だと思う。隙間の話したのおこれこうやって塩投げやりの形今やりましょうってみんなでやったんだけど僕が塩投げの形をやりましょうたまたま塩投げになっちゃったんだけどこれ基本だからね塩投げと入り身投げと一直この3つ3大基本の3つなんだけどさ塩投げっていうのはこう形としてはこうなんか知らなきゃ相手の下に潜り込んでぐるっと回ってたらパンで倒すそういう形になってるんだけど僕が意識してるのはなんていうかねこう来てさポンっていってほらここにいるわけよ彼それでこうやってこう隙間があるから隙間を通り抜けてくれたらこういう形になっちゃうわけそういう結果的に塩投げになっただけなのねで最初から塩投げやるとこうなっちゃうのこの下入んなきゃいけない入らなきゃいけなくなっちゃうでそうじゃなくて結果として塩投げになるだからそういうことを考えてほしいわけで隙間探しって話したんだけどたまたまこうやっていったら隙間がこうあったのよここにこう隙間行けるとこ自分が行けるとここっち行ってもいいんだけどこっちに隙間がたくさんあるんでで難しいのこれ塩投げって隙間小さいからだから形になってるわけこっちはすごく広いからこっちがしなっちゃってこれで隙間探しにならない塩投げっていうのはこうやってやったらこう脇にね彼こういうふうに下がったりとか少し回して隙間すごく小さいでしょ
だからわざわざ塩投げの形で稽古した。こんなので回るばかりいないんだよ。普通の時にこうやって手を回してね、普通はね。なんで塩投げやってんの？隙間探してんだ。でこうやってやったら難しいから、隙間探すの。どこ行ったらいいの？こっちはたくさんあります。ここは入ってくるの難しい。で隙間探して彼の隙間、あ、ここにありましたってこうしようね。そういう話だったね。技の形って大体そういうふうなしてきてる。今度はじゃあこうやってこっちやるとか、これも隙間なんだけど、まあね、こうね、こうそしたらこう崩れてきちゃう。これ一番簡単。いい意味で入ってる。これこのまま入っていくとこうなっちゃう。展開になっちゃう。ちょっといい意味で入る。手を持ち替えて、こっち持ち替える。でこっち隙間を見つけていったらこっち行くけど、隙間がない。隙間が例えばこう。隙間がない。じゃあどうしましょう。入っていけないんだよね。隙間がないんだから。だから自分がちょっとこう回転したの。さあこうなっちゃった。こういう話。隙間があればいいんだけど、隙間がないの。彼がこうやってやったら、ね、予測してってさ、彼が。例えばこうやってやるね、しまうみたいな。そしたらこうやって詰めてきちゃう。隙間ないの。どうしようもない。こっち入れない。だから彼はだからこっち持ったんだね。持ち替えてピュンってやったのね。そういう話だからね。ちょっと難しいけどさ、こうなってた、こうなってた、こうなってた。でそうなって僕はこう回ってきたの。ただそれだけの話だから。じゃあそれ変化のやつ。たまにこういう人だよね。これ硬いよね、強いよね。これ持ち替える練習なの。だからこう持たれちゃったら終わり。違うこと考えなきゃいけない。例えば反射もらうとかいろいろ変えなきゃいけない。で持たれちゃった持ち替えはできないから。だから僕は離れてて持ち替えた時にやってる。持ち替えの練習なの今のやつだからね。こう見せて持たれちゃったら終わり。もうパーンとくるから次の瞬間だからもうね、ここでももらったらそういう状態。そして隙間がないの。これ隙間ないでしょ。ここ塩投げできないよね。こんな形になっちゃってだからしょうがないからここに回ってきたんですよ。ただそれだけの話だから結果的にね。だから最初にこれやりましょうなんつって持たれちゃったらできないよこれ。できないよこれ。だからこういうことやるときは今みたいにこう見せたらすぐ持ち替える。持ち替える。で遠くで持つとすごい弱いこの手。だから自分のおへその前で持つの。そしてこういうふうにここに近ければ近いほどこういう古い人でもできるかもしれないね。だからそういうその辺のところの稽古なんだ。で今度さ、じゃあいいや、今度持ち替えてこうね、へその近いの。そしたらこっちに空いてるでしょ。あいつらこう回ってきたの。そしたらこういうふうに来てでボカってできるよね。今度隙間探し。さっきの隙間じゃないけどさっきの塩投げの隙間はできない。でもこういうふうに近くてこうなったら隙間見るとこっちも前いけるんだけどさ、こっちに入るとこういうふうになる。こう近いのよ。これね、離してね、離しちゃったらすごい難しい。これ立ち直しとかできない。近いまま回ってきちゃった自分が怖い。そういう感じね。じゃあこうってへその前でなるべくここを動かさない。動かしちゃうとやられちゃうから強いからこの人。だからなるべく近くに置いといてで自分だけに向かっちゃうの。でこう回ってこない。それでこう上げてこれだけいきます。でもっと優しい人だったらこうやってへその前して自分がこっちへ来てからね、こう崩れてくると自分のへその前にいるよね。で上げて下げる。そういう形で塩投げ。じゃあ塩投げちょっとやってみましょう。今これ持ち替えるべきかな。で
詰まっちゃうと、後ろ取りたいんだけど、詰まっちゃうと入れなくなっちゃう。使っちゃうから、相手に戻られちゃう。で持ち替えて自分が腰をこっち向けるからこうやってきた。彼女と同じ方向ね、手近くてもいいよ、近くても。彼女のこの手の方向にこういうのが入ってきてる。近くてもね。これ同じ方向でこうやったら無理だ。行きたいんだけど行かしてくんないのかな。行かしてくんない方がいい練習なんだからいいんだけど。いずれにしても行かしてくんないわけだから、自分がクルリンコンってこういうふうに回るっていうのはで、おへその前にこの手がないとこうなっちゃう。向こう行きたいんだけど、こうなって手死んじゃうんだよね。やられちゃうんだよね。だからなるべく自分の手は自分の意識の中に入れといて、そのまんまで入ってくる。そしてその辺理解して、で今度同じ方法でさ、こっちピュンと打ってくるね。これもやりましょう。リン投げすごくいろんな学びがあるから。ピュンと来たときに、ここにいたんでやられちゃうから。来たときに、ちょっとずれる。これでしょ。ここで待ってない。待ってたらやられてる。あ、来たなって、避けようと思った瞬間、こっちから来るね。だから、来たときに線を外して、この線のこっち側に来るってすごくなんですよ。とポンって出てたら、彼女は打っちゃったから、力ビューンって出ちゃったの。僕は安定してるんだけど、こっちが入っただけでね、安定して、何でもできますよ、彼女は。そういう状態。そして、ビューンってやって、こうなったんでね、そしたら隙間がこっちあったの。で、自分がこう回ってたの。で、こう回ってきて、こうやったわけ。そういう話。ここにいない、ここにいない、ここに受けない。だから受けるとこう彼女をコントロールしたくなっちゃうから。彼女ずっとくださいねって、でここに来ちゃった。でここ隙間があるね。ここができる。でこっちこうで外してない。こっち来たけど外れてたらやられちゃう。この手ね。だから外してないで自分の中に。そしてこっち入ってくる。そうすると隙間ができてきて。こうなってきて、こういう話だ。じゃあちょっと正面打ちでね、やりましょう。みんな、いつもやってますから。じゃあね、これ打ってきたじゃないですか。で、ここにやっちゃダメなんですよ。ここでね、全然ダメなの。だから、よく自分の姿を見てってのは自分もちょっとない。自分のことが分かってないと、こう来てね、こうに来たよね。で、打ってきたんだよね。したら場所を作るためにも、こっち行きたいわけ。だから自分がこっちに来て、でこうやって落としてきた、受けてきた、それで初めて終わるんだから。これやったら、強い人やられちゃってダメなのよ。だからね、だから普通はこうやってね、こうやって受けてきたら、でここで技かけに行っちゃったらダメなの。自分が行くことによって彼はフルリンコンで回ってきた、ほら崩れてきたよね。それから技だ。その辺自分をちゃんとよく見て、自分の姿イメージできるよね。だからちゃんと自分がいい位置来て、それから技だから。でそことか分かって、もう少しやりましょう。彼女彼の場所がないところじゃ彼はいけないの。だからって鳥の人は彼の場所を作ってあげるのも仕事の一つだ。で、こうやって場所がなかったらいけないんだよね、彼ね。僕は通り抜けたから、ここにさ場所があったの。で、どうぞこちら来てくださいねと場所を作ってあげる。それみんな回っちゃったら、ここしかないんだからさ、こう来て、こうやってやられちゃったりするわけよ。だから、彼の場所がね、どうぞ自由にこっちどうぞ、はいはいはい、場所作ったの。それだからこう来たの。それも一つの仕事の一つだから、稽古の一つだからね。そういうこと考えてほしいんですよね。だから場所って意味、こう来て、このままいったらきついんだよね。場所ないんだよね、彼。だからしょうがないから、こっからこういうふうに、こう来たんだ。場所どうぞこっち来てください。こう来たのやろうか。
こう来たらこうにゃんしたで場所こういう感じこうに来たらね場所を開けてどうぞ。そしたらこの手は上から入ります。で首もらいます。そしたらこの手ずーっと場所を作ってください。とここにでこうね3曲2曲そういう形で入り身投げと同じ意識、入り身投げで場所を作ってこっち来たらさっきがねでも今度はこう手がこうなってるのをこういうふうに回したそしてこう場所を作ったり場所を通る感じこういう感じでこう場所を作るこうってじゃあこれ行きましょう。みんな首欲しいみたいな。じゃあ首欲しい人はポンってやったら首でこうくればこう投げれば入ってるのがそうだよね。でこれやろうか。みんなね見てるとねみんな首きちゃうの。僕が言ったらこう来たらねこう自分が下がってくると彼をこうなってほら手がここにあるから手をこうに来た。そうなんだけどさ、首やすぎみたいなこう首でこうくるとこうなってみたいなねこれ少しこれはね相手の首を相手をねこう視界を崩してないとダメなのよ。こうやってこう落ちてたらできないんだからこれ坂本さんの首をねもらった瞬間もらったらやっぱり場所を作ってあげないとこういうふうに下がってこないの頭下がってきたからここに手があってこういうこれないとさ俺できないよねこれ無理だよね。だからその辺ちょっと考えて場所作りだからね場所作るためにはこの手をこっちに出してこなきゃいけないだから下がってるんだよそれでやってるんだそれ間違いないこれ頭下げるの仕事だって言ったんだけどね正面こうやってやってさ頭下げるの仕事なんだけど下がってこなかったって言いたいのかあれ自分が場所作れなかったそしたらここからこういうふうにしてもいいのねそれからこうなってるでしょこれねそしたらここからこう上がってきてここに落としてきてもいい何でもできるのこれいずれにしたってこれ手に外すのが問題だからでここ首に場所作れる頭下げれるんだったらこう来たら下がってきたそういう話だまあそういうことだねじゃあこれこうやって首もらったんだよねそしたらここからこうに入っていきましょうかねそうするとこれが一つそれともう一つピュンってきてこう来たそしたらこの手をもらってポンとこっちこの2つ作りましょうそうすると分かりやすいから場所作れなくてやる技っていうのはあるんですよねでもここへ行っちゃったら詰まっちゃうからちょっとこう変わってきてでこうそれからちょっとね場所作りたいんだけど作れなかったら変わってこう動いてねそういう話じゃあその2つでそれでやったんですよねまあいいやじゃあねここからこうでこう来るとここにこういう曲ですねこれはさいけないとこうやらせなくなるんだこうやろうとしたら来ちゃうねだからこの手は必ず打たせてるってこと打たせで打たせちゃってはーって来た時にこうもらったのそういうふうにやりたいわけ分かる打たせてないと来ちゃうのこれだから打たせてこの手のこっち側に僕の顔があるからこの手邪魔で彼女は腰回し来れないのでその隙に僕はこの打たしちゃってるからこうなって上がってきた時にはできてるそういう形ねで彼女の重心でこういうこれいろいろあって
打たせないとすごく難しい。打たせないとこの線じゃないけど5だからね。5から線の技はできない。だから線で普通の1が上がった時にもう入ってるの。だからでもこうなってあってなっちゃったらこれはヒットできないからね。だからまあ入るの。こういう形だからね。いろいろこれほんま勉強でいろいろ学んだんだけどさ、要はこれ打たせて自分がいいところをそれとこうなってここにいたので、ここ重心が見えたの、今ね。だから重心こう使ってきたの。だから彼女をどんどんなっちゃって倒れちゃった。でこの手邪魔でしょ。邪魔の向こうのこっち行くとさ、彼女良くなっちゃう。向こうのなるべくこうに入ってとこうなってですが、こういう形ね。これ難しい。ここってね、いなくなりました。打たせました。そしたらここにいました。ここがこう入ってる。これ言わない。でこうなってる。これもすごい。いなくなって打たせて。そして落ちに行っちゃダメ。打たせてんだから手なんか全然関係ない。打たしちゃったらこうやって手なんか全然手握るとかほんでこう来たらこう自然とここにほらこう握る必要ないのこれ。もっと逃げないから。ちゃんと自分がいいとこいれば彼逃げていかないの。こうなってのほらここにこうほら全然これ手なんか関係ないの。持たなくていいの。こうやってやってるだけでいいの。でこうなったの。この線かな。急所かな。ね、前。でこの彼の重心の中にも入っていっちゃった。で倒れた。そう手なんか全然何もしてない。ビュッて持ってる人ね。そういう話。あんまりとらわれないんです。だから全体で重心取られてるから。これ終わりなのこれ。普通は。でポンってやったら終わりなのこれやっぱりね。でこれ稽古でやってるから。だから打たせてさばいてからポンってここに入りましょうね。それで重心を置き換えましょうね。でこうなってでそれ稽古だから。このところはね、難しいことやるとだんだん手にとらわれちゃったりいろいろ形にとらわれちゃったりするんだけど、いつも使い慣れてる手だし使い慣れてる足だから自分の足とか自分の手だから、ね、そのなんていうのかな、教えてくれるよね。ああ手にとらわれちゃったとか。その辺気づかないとね、何のために言ってるか分かんないから。手にいっちゃう人は俺は手にとらわれてるなって思った方がいいかもしれない。じゃあもう一つ、そういう同じね。だからこう来るとこう後ろもらえるんだよね。で自分がこう自由にさばいてくるとこうなってしまう。さっきのそうじゃないけどさ、後ろ今度もらうのね。後ろもらう。いないよってここにいるからポンって終わりなんだけど、こう来てここほらお尻見えるよね。ここに入るで場所ついてでこうやってあんまり手にとらわれない。関係ないのこれは線だけ外す。線だけ1ミリ外れりゃ当たらないのこれ。こうなっちゃうでずーっと下げてきてここ隙間見えるからここ入ったの。でさよならってそれだけの話だからね。そういう意識でやってあんまり手をこうやってやってこうやってやって手をどうしようかこうしようか。こっちの手でもいいしこっちの手で入っていってもいいしこっちの手も近いというこれ自由。これどっちでもいい。こっち入ってくるのかこれ持ち帰ってもいいしね。いろいろやり方あるけどあんまり人の自分の手だから自分の手うまく使って入らない。入らない。こう入ったらね両手使ってもいいや。この安心だってそれはずっと使ってで場所を使っていい場所を
右左後ろでやるの、後ろでみんな後ろでやるの。ここでやったらもうなってきちゃうの、これわかる？こう立ってこう来たらこう入った時にやられてんだよね。腰回してこられて腰回してこれ第一でやってる。それも学びだからね。レベルによって違うけどさ、打たせて僕はこう後ろもらったのよ。後ろそれでこう来て後ろもらってんの。こうそのまま何もしてない。こうやって先に手を動かしちゃったら彼女腰回してきちゃうんだよ。手回さないように待ってんの。それでいい位置来て、いい位置なるべく後ろね、なるべく後ろ来て、それから初めてだから彼女が回ってきた時には僕は受けてるの。そういうふうにやった方がいいんだよね。その辺もまあ人のレベルにいるけどもさ、その辺も考えてね、必ず安全で自由っていうのはそれは求める、我々求めてるところだから、感激もらわないで必ず彼女の資格からスタートするとか、いろいろ最初から言ってるけどさ、何しろ自分は安全で自由に動くっていう、それが人生と一緒だよね。それ学んでるんだよね。で稽古してるんだよね。だからその辺考えて、ここでやったらやばいっていうこと。病気にかかってコロナにかかったかもしれないだからね、コロナに絶対かかったように後ろもらって絶対かかんねえよっていう状態でやってほしいんだよ、稽古ね。ここに見つけてほしいわけ。そういう話、まあコロナの話をしたのはそういう話。今大体ね、この技、洗脳線とかこの線とか大体この技なんだよね。打たせての彼の方が先で、僕はまあこうっていうかな、これは持たれたんですよ。持たれてはいどうしましょう、そういう話で、普通はさ持つ前にやれば少しはあれだ。だから正面も打ってきてあって打たせちゃってんじゃなくて、上がった時にもう出てきてる。これは線なんだよ。やる前に普通は線でやるだけ。線の稽古はだんだん進んでくると、線の稽古はだんだん増えてきて、最初は5で分かりやすく持たせてはいってやる形なんだけど、最終的にはもうちょっと線でね、上がってきた時にどうしてますかって、そういう話。上がってきた時に終わってるって、相手がそれ決断した時、やっつけてやろうと思って決断した時にもう終わってるっていう形にだんだんなっていくと思う。でそういう稽古も少しずつ取り入れて、上級者になればなるほどみんな黒帯だからね、ほとんどね、季節にねやんなきゃいけないんですよ、思ってるんですよね。で稽古としては5の技の方がいい。でも5の技じゃ成立しない技たくさんある。で例えば一挙の表なんか5こうやっちゃってから一挙の表はできないのね。これ初めからもう洗脳技だから、洗脳技だからもう入ってんの。だからこういうふうに一挙もう上がった時に終わってるっていうか。でまあ彼氏はね、洗脳技って素晴らしいんだけど、まあいずれにしても上がった時に終わってんので、そういう練習を少し考えてね、ちょっとね、まあ洗脳だってそういう話だから、上がった時にも終わってんの。そういうふうにやってるわけだから、そういうことも意識して打つ方もセントライトったら終わりなんだけど、打っていかない。だから打ってきませんよじゃなくてね、稽古だから、受けの人もいて、で鳥の人もいる。鳥の人は線のつもり、受けの人も本当はよくないんだけど線のつもりじゃないな、まあ打っていくね、そういう役目だから、いや打ってやられるのは分かってるんだけど、こうね打って、そしてこれが一番シンプルな一挙の5点で、裏になると5になって、あ失敗しちゃったって、焦りできなかったって言ったら裏入るっていうから、でも裏も線でね、こういうふうに入ってくれば線でもいいかな。だからちょっと一挙にして、まあ、前下も線で入って、
意識は線だから、上がって落ちてきちゃったらもう遅いの。これダメだから。だから裏入るしかない。で、上がってくる前に本当は入ってる。ここ脇が伸びてる。そういう形で、上がっうたんとしてきた時にはもう僕が入ってるって形。うたんとしてきた時には手を押さえてるって形。そういうふうにやってほしいわけで、彼が決断して打ってきてこう落ちてきたら遅いだから決断した瞬間に入るっていう形。そういう形。そういうことが分かってないとみんななんかこの技じゃあね、この技でこうやって「はいガッチリ持ってはいはい」ちょっとこれは無理だからね、そういう傾向もあるのかもしれないけど、これ表の技できないのだからちょっと当てに入れてありなんかしてちょっと変わってるね、変わってやる専用を使えて少しもうなんだけど待っててもらって自分が洗脳技でこの形にしてからそういう話ね。で、そのこれでね、線で入って、で、線で入って、が入って、それからこう、そうですね。じゃあこれやりましょう。振りかぶったとこ、こうやって入ってくれば、一挙になっちゃうんだけど、振りかぶったとこに、こっちが入ってくれば、手があるね。で、振りかぶったとこ、こっち入ってくれば、こうなるのね。これ線だからみんなね。だからいろいろやってみて、だからやりましょうか。一つは、こう、もうね、もらってるのね。で、こう。で、振ってきたときに、ここに入ってくれば、難しいけど、やらないとみんなできないから。難しいけどね、難しいのは分かってますよ。そういう意識の使い方っていうか、線だっていう、線の稽古してるっていう、受けの人も、こういう人も分かってる。これは線の稽古。だから、失敗しても分かりない。で、しょうがないんだけど、先に上がった時にもう終わってるって形ね。そういうのじゃあ、線の稽古はね、難しいっていうかな。さっきの隙間見つけるとかいろいろ話しましたよね。打たせるとかね。打たせてね、隙間見つけるとかね。で、線の稽古でも同じだから。最初に遠く離れてて打つ前に隙間が見えてるからやってるね。だから隙間、ここに隙間ありますねってこう入ったとか、こっちから入ってもいいし、こっちから入ってもいい。ね、いずれにしても隙間が見えないと入れないんだから、我々はね。だからそのためにこの稽古で隙間を探して、隙間ここにある、じゃあこっち入ろうって、そういう稽古をしてるわけで、それがだんだん進んでくると線の稽古になって、線でこう離れて対峙した状態で隙間あったっていうふうに、でこっち逃げようとか、あっち逃げようじゃない、こっちやろうとかあっちやろうとかって思えるようになってくるわけで、なんだっけ、例えば山でさ、熊やったらさ、見つかんないようにするっていうのは線なのね。で、襲いかかって来られてから考えるっていうのはこうなんだけどさ、そうじゃないじゃないですか。みんな、熊来た、やばい、逃げようって逃げちゃうね、そういう話だからね。だからそういう訓練っていうのはやっぱり5で襲いかかってきたらこうやってやるけど、でも実際には線でやってるね。先見の明があるとかさ、先手打つとかさ、そうすごい大事だから。先手って先見とかそういうことがいろいろありますけど、そういうのを研ぎ澄ますっていうかな、そういうそれが誤信につながってきたり、コロナでやばい、マスクしてない人来たよって言ったらどうするかね、大丈夫だっていう人もいるし、ダメだって人もいるけど、先見の明ってすごい大事だから、そういうのを磨くためにこう結構そういう理解してた方がいいですよね。なんか余計なこと言いました。じゃあこれも隙間、これで隙間、こう隙間あるよ。これ隙間見てんの。隙間ほら、ここに隙間あったらね、こう隙間見てんの。で、ほら、こうやったら隙間が見えなくなっちゃう。自分自身がついちゃうから。
ついてないの、平常心っていうのが大事。いつも普通、隙間どこにあるかなって考えられるっていうのはすごい大事な余裕っていうかな、心の余裕。追いついちゃったら何もできなくなっちゃう。で、変な人が遅くした時についちゃったら何もできないね。声も上げられなかったってね、言うんだよね、みんなね。声なんか、普通の心だったら上げられるんだ。ああ、隙間ここにありましたねって、そこをやっていけば、大体の人はね、我々がこういう隙間の稽古してるけど、してないから、大体勝てるんですよ。そういう話、素人がね、素人で。でも、プロレスやじゃない、こういう MMA やった人とか知らないよ。知らないけどね。まあそういう話。でもそういうことを考えながら、楽しくね、こうやって、こう、ね、戦力を見せる。力が入る前に、入っちゃったらすごい大変。で、抑えてね、僕のことをやらないように抑えてたらすごい大変。でも、来たときは、来たばっかりの時はできるから。力が入ってない。力が入ってやろうと思った瞬間に、こっちがやっちゃうの。反対できるね。まあ、そういう話。じゃあ少し。